この動画は巨樹巨木自然樹系研究会の提供でお送りします。令和8年1月4日、東海の恒例行事となっている巨大な露地植えさつきの鉢上げ作業を行いました。季節は冬、葉は冬場のみで華やかさは控えめですが静かな趣があります。しかし枝先にはそれぞれの品種ごとに異なる形のつぼみがつき、春への備えを感じさせます。冬だからこそ見える芽の充実や枝ぶりの細部もさつきの大切な見どころです。今回の素材は文化。幹の太さはこれまで扱ってきた素材ほどではありませんが、その分左右に大きく広がる粘りが際立っています。文化は支流の舞と同様、晩根になりやすい性質を持つ品種で、地際の迫力を楽しめるさつきです。まずは根を傷つけないよう木の周囲を広めに掘り進めます。根の広がりを想定しながら余裕を持って作業することが重要です。木がわずかに動くようになったところで大きくゆすり、底根を慎重に切っていきます。切れねえから。鉛筆をまだ切れねえか。どうした。この子だな。こっち。この中。もう一回あれですか。こっちでかいしめて。ストップ返してね。こっち切るから。切れた。切れた。切れたよ。切れた。はい、じゃあ今度この土を増えるとこれ。いいよ。はい。根が切れたら真下に土を差し込み、重さを分散させながら持ち上げます。取った方が楽だよな。落とせば簡単だけど。はい、今度こっち、はい、今度こっち、この中に。この中にね。よし、今度持ち上がったぜ。掘り出せたな。ああ、悔しい。もう一回やってください。もうちょっと倒れます。はい。やっとこう。それでこっち来れば乗っかるよ。乗ったね。これでどこが狭い？もうちょっとこう回した方がいいな。はいよ。せーの。安い。それでそこちょっと上げるようにすれば。こっち方の方がいいか、どっちがいい？こっち回ったのがいいな。こっち。でまたこう戻します。はい。それで出るかな。ちょっと待って。上下げて。乗せたままでいいよ。この文化は樹高85センチ、木幅140センチ、幹回り50センチ、幹の表面に浮き上がる水水が豊かな表情を作り出し、長年の歳月を感じさせます。そして何より大きく左右に張り出す粘りがこの木の最大の魅力です。ここからは樹形作りに入ります。枝の自然な流れを大切にしながら小鳥が枝に止まれるような空間を思い描いて整えていきます。まずは不要な徒長枝を取り除き、全体の骨格を明確にします。動きのある枝がよく見える構成にすることで木の持つ力強さを引き出します。いつもよりもこう幹の太さが小さいというか細い分、枝の動きがよく見える木ですね。いや、見えるよな。これかなり組んでやったら。ねえ、だからね。もうこの長さで作っていくんですか。枝は詰めずに。ある程度詰めて。詰める。ある程度は。こういうところ詰めるかってことですよ。そういうとこは詰めない。こうずっと使う。こっちもずっと使う。ある程度。あとはこう合わせてください。その流れが。じゃあもう作品としてはかなりボリュームのある木ね。すごいな。鉢はこらなんだから。あ、でもそう。鉢はちっちゃくいけんですね。でも文化は足がすごく大きくなるんですね。出した時もっとでかくなる。支流みたいに晩根になるって言ってましたね。なる。文化ね。結構面白いよ。暑さに弱いな。暑さに弱い文化？
文化は優れた粘りを形成する魅力的な品種ですが、暑さにやや弱い傾向があります。露地での栽培では比較的安定しますが、鉢上げ後は特に夏場の管理に注意が必要です。強い直射日光に長時間さらされると幹が日焼けを起こすことがあります。置き場と水管理が重要になります。暑さに弱い品種はどうやって管理するんですか？葉水あげるとか、はめ水とか、やっぱり涼しいとこさ、追い替えなきゃないですよ。追い替えたりなんかしなきゃ。地植えしてれば気にしないけれども、追い替えたのなんてよ気をつけなくちゃ変わったんだ。文化は弱い、暑さに弱い。いいですよって言って。もう枝の動きをよく見せるっていう前提ですね。この枝だって何年作ってきたんですか？もう20年ですか？同じ。ちょいね、浮いたの。はいはい。トラックで浮いたの。最初？だからその写真があったなと思って見たんで。親指ぐらいの指ぐらいの親指ぐらいの両方これ渡辺松山園。はい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 。あそこに商品やってるところですよね。そうそう。あそこに30-40本あったんだよ。それみんなと分けて。ポットないですか？ポットのない。これを俺が10本持ってきたの。はい。で5本あげて今使ってるけど、その5本のうちの残りこれ。なんかじゃあもう一から作ってきたっていう木ですね。それが2001年ですか、やっぱり植えたのって。そんなもんだろうな。2001だよ。同じだよこの。ポットないのこんなのを路地に植えたんですか？そうだよ。安倍さんの玉金じゃねえのかな。こんなになっていくとは思わなかんで。もう20年？25年ぐらいですよね。すごいね。20年かけて。そうだよ。そうそうそう。今中国でもこういう感じの。この太さで。このハウスは2000年に作ったんだから。その後なんだから。本当にちっちゃい。剪定では枝先に 2,3 本の小枝を残す程度に整えます。春に芽が動き、棚が充実してくると全体に厚みが増し、見応えが出てきます。残す小枝はおよそ5センチほどにとどめ、将来の枝棚を見据えて整えます。本当だよ。いないよ。だいぶさっぱりしてきましたけど、もうちょっと取っちゃっていい？これ取っちゃっていいですよ。取っちゃっていい。これは使うやつだけ残してやる。はいはい。今まではこれで引っ張っててこうつなげてたんだけど、これは今度は残してこう棚割りしてるから。ここからこういうとこからこう出てくる芽でまたこの作っていくってことですよね。好きなくしながら棚割りでいく。はい。ここにこう一個ずつ。できた時その方が。でも一個にならないように隙間を作って、そうそう。小鳥がこう入れるような木作りですよね。この辺のバランスがなかなか難しいんでしょうね。やっぱり。ここまで来れば大丈夫。みんなと合っちゃう。ここは好きなくすればみんな合っちゃう。これ20年の間に作り方、木作りの考え方、鶴見さんだいぶ変わってきてるじゃないですか。変わってるね。もちろん定番から、でもう苗木から作っていくと
その都度その都度こう着姿って自分でやっぱこうじゃなかったこうじゃなかったって作り直すんですか？じゃなくてこれが絶対組み込まんね、最初のうちはみんなガチャガチャだから、だんだんこう取ったりないかしてまあそうですよね。組み込む、だから一回にはできねえやから、やっぱりキャリアは欲しいよな、何年かは。今まで上げてきた木っていうのはある程度できてる木をまあ細い木だったかもしれないですけど、それをこう直しながら作ってきたっていうのと、こうやって一から作る木っていうのだと、ね、今からだね、一からこういうのは細いのから作るんだったらいいけどはまにやねえしな。あと20年大体自分で気が付いてできた頃には本当にいっぱいにはできねえけど、一生かかる盆栽って。この20年で一番やっぱりこう気づいたことというか、気にして木作りに反映してきた移してきたことっていうのが、やっぱこう枝をこう組み込むっていうことをね、よく言ってますよね。組み込みができれば、今度は自然とこうしてやってこれ刈るだけで大丈夫。みんな一人でこれになっちゃうの。剪定は年に1回っていうことですもんね。年に1回で使う枝をこう決めてって、使える枝を大体。それで途中でやっぱり違うなって思いながら切り返して毎年違う。考えながら。だってこれだってまたこれさ組むのにこれだって透かすんだから、ここから出たのからだって。ここもこんだからこれからのこれからですね、部屋作る。骨組みはもうとりあえずここれはれは出来上がり。出来上がり。でも骨組みは大変だ作るのそら。これ最初からだって頭に入ってなくてできねえもん。そうですよね。路地植えさつきの鉢上げでは赤土や黒土をすべて落とし、新しい鹿沼土で植え直します。この土を落とす作業を根洗いと言います。当地の培養場は赤土主体でさらりとしているため、比較的土が落としやすい環境です。できるだけ多くの細根を残すことを意識し、特に根の際は時間をかけて丁寧に進めます。手空いてる人いねえか。食べる画像が今すぐさまた来るんです。はい、悪いけど一回掃除するから。はい。そうすればいいからね。結構入れに込んでな、抜けてんぜ。抜けてるよ。下へせりなくちゃなね、こういうな、サラダ。でもすごくなったな、これがな。あ、こっち取ってんの？すごくなるよ、これ。さっきちょ曲がってっからね。傷つけないように。じゃあ行くよ。上がってくることね。
これから収める鉢の大きさに合わせあらかじめ太い根を切り詰めておきます。将来の粘りの広がりを想定しながら必要な部分だけを整理します。こんなもんか下はな。下はあんまり取んねで。取ってもいい。下だけや。取ってみる。下は大事なんだ。高圧洗浄機で幹や根を洗い、付着した汚れや細かな土を落とします。洗い上がると長年の手入れで培われた木肌が鮮明に現れます。根の動きもよりはっきりと確認できます。木を逆さに固定し、根の底部に鹿沼土を入れ込みます。根と用土の間に隙間ができると根の伸びが妨げられるため、植え付け前にしっかりと詰めます。2級あんだから。マスクねやな。用土はあらかじめ湿らせ、植え込み時に崩れないよう配慮します。木箱の内寸は73センチ、62センチ、大型の箱ではありますが、この大きく広がる粘りに対してはギリギリの寸法です。これ正面俺とかでくれてる。そろっとな、下の。まだ大丈夫大丈夫、そろっとな、そろっとな。死んだ後はこんな顔してどっちどっち。までさ、一つ助かる。ちょっと手回してこっちでねちっからでな。
植え込みが完了しました。樹高85センチ、幹回り50センチ、動きのある太い枝はどの方向から見ても密度が偏らないよう緻密に組み込まれています。枝先に棚を作り、芽が伸びてからは棚割りを施し、小鳥が飛び込めるような空間を整えていきます。25年前、親指ほどの苗から育てたとは思えない迫力あるさつき盆栽へと成長しました。年月と手間を重ねることで大樹の風格が形作られています。巨樹巨木自然樹形研究会では、誰もが楽しめるさつき盆栽作りを目指し、これからも研鑽を重ねてまいります。以上、路地植え文化の鉢上げ作業でした。